こんにちは、マルコです。今日勉強するのは第1段階の項目14、オートマチック車などの運転。この項目について勉強していきたいと思います。車には手動でギアチェンジやクラッチ操作を行う MT 車と、それらの操作が自動的に行われる AT 車の2つの種類があります。教習所に入校するときは、最初にこの2つのうちどの車で教習を受けるか選ぶことになります。その時に AT 車を選び免許を取得すると、その免許は AT 限定免許となり、MT 車を運転することができない免許となります。その反面、MT 車で免許を取得すると、MT 車、AT 車、両方の車が運転できる免許となります。教習所に入校する最初の最初にこの MT と AT のどちらかを選ぶことになるので、それぞれの違いを正しく理解していないと、免許取得後に乗ろうと思っていた車に乗れないという事件が起きてしまうかもしれません。そこでこの動画では、車を持つ者なら知っておくべきである AT 車と MT 車の違いについて比較・解説していきたいと思います。教本を参考にしつつ、より理解を深めるために車の構造から掘り下げて分かりやすく解説していきます。動画の最後にはいつものように学科試験でよく間違える要注意な問題をピックアップして解説していきます。最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。ではまずは車のトランスミッションについて簡単に説明します。車の内部には MT 車、AT 車問わずトランスミッションという装置があります。トランスミッションとは日本語に直訳すると伝達という意味になります。トランスミッションは伝達する装置ということです。何を伝達しているのかというと、エンジンの力です。車はエンジンをかけると音を立ててエンジンが回転しますよね。この回転するエンジンの力をトランスミッションからタイヤへ伝達し、前進に使ったり、後退するのに使ったり、速度に合わせてギアチェンジしたりと、状況に合わせてエンジンの力をトランスミッションでいい感じに変換して車は走行しているということです。そのトランスミッションを操作するためのレバーをチェンジレバーと言います。このチェンジレバーは MT 車のチェンジレバーになります。操作の仕方としては、後退するときはレバーを R に、発進するときはレバーを数字の1、1速に入れます。発進したら速度が上がるにつれ2速、3速と次のギアへチェンジしていきます。ギア付きの自転車に乗ったことがある人ならわかると思いますが、あれと同じ原理です。チェンジレバーをガチャガチャと動かし、前進したり後退したり手動でギアチェンジをする。これが MT 車の構造になります。次は AT 車のチェンジレバーです。AT 車には一般的にこのようなチェンジレバーが設置されます。このレバーを上下に操作し、車を運転します。ここがよく試験に出るので、詳しく操作方法を説明していきます。イラストのチェンジレバーはアルファベットの P の位置にレバーがあります。この P はパーキングレンジといい、このパーキングにすると車の内部でロックがかかり、車が動かせない状態になります。駐車場で車を止めるときにはブレーキペダルを踏んだままハンドブレーキを確実にかけ、車が完全に停止している状態でレバーをパーキングに入れるようにします。このイラストは R の位置にレバーがあります。R はリバースレンジといい、車を後退させたいときに使います。前に進めなくて後ろに戻りたいとき、駐車場にバックで止めたいときなどに使います。このイラストは N の位置にレバーがあります。N はニュートラルレンジといって、ここにレバーを入れると、車のエンジンの動力がタイヤに伝わらない状態になります。要するにニュートラルにすると、アクセルを踏んでも進まず、坂道だとそのままコロコロと転がってしまう状態になります。このニュートラルは普段は全く使いませんが、停止時間が長くなりそうな交差点で停止するときや、故障のため自走できず、他の車に牽引してもらうときなどで使う場合があります。このイラストは D の位置にレバーがあります。D はドライブレンジといって前進したいときに使います。MT 車の場合は手動でギアチェンジをしていましたが、AT 車の場合はこのドライブにレバーを入れれば速度に合わせて自動でギアチェンジがされるようになっています。まさにオートマチックということです。左のイラストは2、右のイラストは L の位置にレバーがあります。2はセカンドレンジ、L はローレンジといい、この2つはドライブと同じく前進するときに使用します。ただセカンドは2速までのギア、
ローは一足固定のギアとなっていて、2つともエンジンブレーキがよく効くので、長めの下り坂や急な下り坂などスピードを抑えたい時に使用します。また AT 車はドライブレンジやセカンドレンジ、ローレンジといった前進するギアに入れた時は、ブレーキペダルをしっかり踏んでおかないと、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動き出すクリープ現象という現象が起きます。これが原因で信号待ちの時に前の車にうっかり追突してしまうといった事故が起きることがあります。停止時はしっかりとブレーキペダルを踏むことを忘れないようにしましょう。またエンジンを始動するときはチェンジレバーがパーキングの位置にあることを確認してから始動させますが、エンジン始動直後やエアコン作動時はエンジンの回転数が高くなり急発進する危険があるので気をつけるようにしましょう。次はオートマチックの二輪車についてです。二輪車にも四輪車と同じく MT と AT があります。AT は基本スクータータイプの車種になっていて、無段変速装置という仕組みが採用されています。無段変速装置、名前だけ聞くと格闘ゲームの必殺技みたいでかっこいいなと個人的に思うのですが、皆さんどうでしょうか。見慣れない漢字の羅列で気が狂いそうになっている人もいるかもしれませんが、大丈夫です。ちゃんと簡単に説明しますので安心してください。一般的な車は1足、2足、3足と階段を上がるように段階的にギアチェンジしていくんですが、無段変速装置の場合は1足、2足といった固定のギアがなく、グラデーション的に速度に合わせて変速することができます。その分、他の車と比べギアチェンジの動作が目立たずスムーズな走行ができます。ですが、無段変速装置の場合、低速で走行している時にスロットルを完全に戻すとタイヤに動力が伝わらなくなり安定を失うことがあります。スロットルとはこの文脈ではアクセルのことだと思ってくれたら大丈夫です。簡単に言うと AT の二輪車はゆっくり走っている時にアクセルをゼロにすると車体がフラフラしやすいよということです。では今回の動画のまとめです。1、車にはトランスミッションという装置があり、チェンジレバーによってそれを操作して車を動かしている。2、AT 車のチェンジレバーの P はパーキングで駐車時に、R はリバースで後退時に、N はニュートラルで故障時の牽引などに、D はドライブで通常の走行時に、2と L、セカンドとローは坂道の走行時などに使います。3、ブレーキをしっかり踏んでおかないとアクセルを踏まなくても自動車がゆっくり動き出すクリープ現象に注意する。4、AT 二輪車は低速で走行している際にスロットルを完全に戻すとタイヤにエンジンの力が伝わらなくなり安定を失うことがある。では最後に練習問題です。第1問。AT 車は運転の基本を正しく理解さえすれば MT 車と比べてより危険が少ないので安易な気持ちで運転することができる。確かに運転操作は少なくなりますが AT 車特有の注意点もありますし、安易な気持ちで運転することはありません。第2問。長い下り坂や急な下り坂ではチェンジレバーをセカンドかローに入れてエンジンブレーキを活用して走行する。設問の通りです。ドライブよりもセカンドかローの方がエンジンブレーキが効き速度を抑えて走行できます。第3問。AT 二輪車は常に車輪にエンジンの力が伝わっているためスロットルを戻しても安定を失うことはない。AT 二輪車の場合は無段変速装置の構造上、低速時にスロットルを戻すと車輪にエンジンの力が伝わらなくなり安定を失うことがあります。では今回の教習は以上となります。お疲れ様でした。このチャンネルでは現役の教習所教官による免許試験対策の動画を配信しています。今回の動画が良ければ評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回の学科の内容はブログにもまとめています。こちらもチェックしていただけるとさらに理解が深まり、学科試験の合格に近づくかと思います。Twitter もやっています。YouTube やブログの更新情報、日々思ったことをつぶやいています。どちらも概要欄に記載してありますので、良ければフォローお願いします。それではご視聴ありがとうございました。